1万の天幕からなる移動式の町に夜が明ける頃、皇妃ボラクチンは突然起こされてしまいました。一匹のはぐれ羊が重木や護衛をすり抜けて彼女の天幕に走り込み、ベッドに飛び乗り耳元でメーと鳴いたのです。モンゴル帝国内にあるジョチウルス、その巨大な王国の並外れた皇妃でありながら、ボラクチンは現場を重視した統治を行っていました。ボラクチンは15歳の時、チンギス・ハーンの恐るべき孫バトゥー・ハーンと結婚しました。夫が略奪に出て不在の間、彼女が家畜の群れと家族、そして帝国の管理を両立させます。つまり彼女は数千人もの人が住む町の管理人兼引っ越し屋でした。年に2度、彼女の指揮のもと、町は季節ごとに2つの野営地を行き来しました。夏には水と青々とした草が常に確保でき、冬には厳しい風から身を守ることができるからです。引っ越しには何週間もの綿密な計画、他の陣営との連絡や職務の戦略的な付与、そしてノロノロ歩く家畜に合わせる忍耐を要しました。今日は引っ越しの日です。彼女は次女たちや指導者、奴隷、家畜からなる大軍を率い、夏を過ごす川の川上へ向かわねばなりません。外に出ると辺りは大騒ぎになっていました。先ほどの招かれざる客が今度は重木たちの周りを駆け回っているのです。重木は彼女の持ち物を荷台にしまおうとしています。ボラクチンは混乱を収めるよう命令しますが、はぐれた羊を捕まえられたのは彼女だけでした。続いて天幕を解体し、特製の荷台に乗せている次女たちを監督しました。荷台を引くには牛20頭を必要とします。ボラクチンは他の者に手綱を任せようとしません。次に羊を従えて護衛たちに会いました。夫の特別な応接用天幕と持ち運び式の玉座に移動中注意を払うよう命令します。護衛は先導者でもあるので、路程の安全を確保し、彼女を取り囲んで護衛し、家畜が逃げ出さぬよう彼らに命じます。ところが例の羊が逃げ、牧草地にかけていくと護衛は追いつけません。羊は天幕を片付ける人の間をすり抜けるのです。苛立ったボラクチンは馬を買って自ら牧草地に向かいます。牧草地に着くと手の焼ける羊が群れに紛れ込もうとしている様子が目に入りました。羊の後を追うと母親であるメ羊の隣に寄り添っています。メ羊は妊娠していて辛そうでした。このメ羊の出産が引っ越し日の混乱に紛れ忘れられていたことにボラクチンは不意に気がつきました。羊飼いを探す時間はありません。その代わりボラクチンは一肌脱ぎます。腕に油を塗り、メ羊の出産を助け、帝国には新たに2頭の羊が加わりました。子羊と母羊を残し、大急ぎで野営地に戻ります。野営地では荷造りの仕上げがなされ、荷車が列をなし始めています。この大行列は先頭に皇妃、そして宝物を詰めた200の台車が続きます。その次に若い人、その仲間、そして妾、これはすべてボラクチンだけの陣営です。その後ろには別の正妻が率いる王室の2つ目の陣営があり、さらに別の妻たちの率いる陣営2つが続きます。ボラクチンはスムーズな出発と整列を確保しようと何週間も調整をとってきました。行列のここまでが王室関係です。その後には町が丸ごと連なっています。この部分には移動可能な礼拝堂やモスクを運ぶ聖職者、家族、商人、羊飼いなどがいます。やっとボラクチンは荷台で落ち着きます。目的地に到着するまで何週間もかかりますが、その旅路の間、彼女は人々を巧妙に管理します。それは自身の立派な子供たちや重木、そして最後尾の寄り道しがちな羊もです。歴史好きの方はぜひこのチャンネルに登録してください。過去の教訓が今私たちが直面している問題を解決してくれるかもしれません。